スーパーで魚を買うときは目が合ったやつを買います。エビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々修正を持つボールパイソンを実際にお迎えするときにここに気をつけるといいよというポイントを3つお話ししたいと思います。結構ねスーパーに行くんですけど、最初もやしコーナー行くでしょ。で最近結構キャベツも余ってるのでキャベツコーナー行くでしょ。そしたらね次は大体肉コーナーじゃなくて魚コーナーが来るじゃないですか。今日は魚食べようかなと思って魚を選ぶときにはこう誰かと目が合うかなみたいな、パッて目が合うとその子がねディスニーということでディスニーお迎えをして食べています。最近食べたのはねバラムツ。お迎えをねされるにあたって、ショップさんに行かれたりとかブリーダーさんのところに行かれたりとかイベントでお迎えされたりとかっていう方が多いんじゃないかなと思うんですけど、実際選ぶときにどういうところに気をつければいいのっていうのを今日はお話したいんですが、もちろん大前提気に入った子、色柄とか目が合ったとか雰囲気とかそういうところでディスニーを感じていただくと思うんですが、その上でこの子が健康かどうかを判断していくっていうのもすごく大事なことだと思うんですね。なのでその時に見ていくといいんじゃないかというポイントを今日はお話したいと思います。ボールパイソンの健康不健康を測るバロメーターの一つに口の中が綺麗かというのがあります。口をね、できれば自分でできるんだったらそれがいいんですけど、できなかったらお店の人にやってもらってこうウイッて開けた時に口の中によだれが出ていないか、そして赤い斑点みたいなのがないかをこう見てあげてください。綺麗ですね。体調が悪いとねどうも気管支が痛むことが多いので、ボールパイソンはそうするとよだれが出て苦しくなるんですね。なので口の中にブクブク泡のあるよだれがあったりとか、こう口内炎みたいに赤いティンティンっていう斑点があったりするとちょっとね体調崩してるかもしれないので、即病気ってわけではないと思うんですけど、例えば脱皮前とかは口の中がよだれが多くなったりとか分泌が増えるからね、あとは餌食べる時にちょっと引っ掛けちゃったみたいなので口の中に怪我をしたりとかっていうこともあるので 100% ってわけじゃないんですけど、ボールパイソンの健康を測る指標の最も信頼できるものが口内状態なので、お迎えするにあたってこの子が健康かなっていうのを見たいときはそうやって口をピッてやるか、お店の人にピッてとなって、見てあげるといいんじゃないかなと思います。ボールパイソンのお迎え時に健康状態をチェックしたいときにすると良いこと、その2、体に力があるか。やっぱりね元気がない、調子が悪いとね体に力が入らないですね。ボールパイソンに慣れている人はなんかこれ力なくないとか、もしかしたら体調良くないんじゃないかなっていうのを判断できる、体の張りとかね力の入り具合っていうのが判断できると思うんですけど、またこれからボールパイソンを買うんだけどっていう場合はどの状態が力があるかないかっていうのがわからないことが多いと思うので、その時にね一つ指標というか分かりやすく判断する方法がちょっとひっくり返すやった時にピュッと戻るかどうか、ごめんねはい、ピュッと戻るかどうかで、力がないとうわーやられたみたいな感じで戻るしかない、だって力がないからですけど、元気の場合はひっくり返してもピュッと戻るので、ちょっと大きいからあれですが、この子今体に正常なエナジーがあるかしら、エネルギーがあるかしら、パワーがマッスルがテストステロンが大丈夫かしらっていう場合はですね、ひっくり返してあげてピュッと戻るかどうかっていうのを見てあげるといいんじゃないかなと思います。君は元気、めっちゃ見るよ。ボールパイソンをお迎えするときにその子が健康かどうか判断するポイント3つ目はですね、体に奇形がないかどうかです。奇形ってどんな生き物にもあると思うんですけど、それすなわち生きていけないっていうわけじゃないと思うんですね。例えば、指が1本なかろうが、乳首が3個あろうが、普通の多くの分母とは違う形であったとしても、寿命であったり健康不健康とは別の問題だったりしますけれども、大事なのはその販売しているお店とかブリーダーさんとかがその子が普通と違う形をしているかどうかっていうのを認識しているかどうかですね。なのでその子に奇形があるかないか、それ自体よりもその販売をする側がその子が奇形を持っているか持っていないかっていうのを認識しているぐらい心を込めて世話をしているかどうかっていうのを見る基準になるかなと思います。普通と違うっていうのは販売する側からしたら本来分かるものではあるので、それに気づかずに販売をしているとかだと、もしかするとちょっとね増材に扱われていたってこともあるかもしれませんので、この子どっか奇形ありますかみたいな聞いて、ここだよって言ってくれるかもしれないし、ないよって言ってくれるかもしれないですけど、その上で自分で確認するといいと思います。ボールパイソンの奇形が出やすいところはですね、一つはね顎の長さね。この子は普通ですけどシャークチンって言って
下顎がね短くなることが多い。顎に奇形が出る場合、極端な例だとね、この下顎半分ぐらいになったりするんですね。シャークチンっていう風に検索するとすぐ出るんですが、サメみたいになるんですね、顔が。なので口は正常かなっていうのを見てあげると良いと思います。あとはね、尻尾、やっぱ先端に出やすいんでしょうね。尻尾がちょっと短い、これどう考えてもシューっていってね、途中でプンってなってるでしょうみたいになったりします。だから尻尾は大丈夫か、まっすぐかっていうのを見てあげると、その子の尻尾に奇形があるかないかを判断できると思います。あとはね、背骨がちょっと曲がったりすることもある。その3つぐらいが多いかな。ボコっていう折れてねっていう背骨になったりすることがあるので、ないかなっていうのを見てあげると良いかなと思います。繰り返しますが、奇形があるからといって命や健康に直結するわけではないですが、その子が普通と違うところがあるかどうかっていうのを飼育する、僕らが把握することは大事だと思うし、お店側がそれを把握しているか、そしてそれを適切に伝えてくれているかというのを見ると、後でとならないお迎えになるんじゃないかなと思います。生き物ですからね、ボールパイソンのように色柄にいろんなバリエーションがあるのと同じように、形とかそういうものにもバリエーションがある場合がありますし、生き物なので体調にもアップダウンがあるものだとは思うんですけれども、最初からそれを知っていてお迎えするのと知らずにお迎えするのとでは心構えも違うと思いますので、お迎えをする際には、今言ったようなことを確認してから覚悟を持ってよしとお迎えしていただくのが幸せなボールライフにつながるんじゃないかなと思います。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンをお迎えする際の健康を測るポイントを3つお話ししました。当店の販売しているヘビをご覧になりたい方は、概要欄にあるホームページまたはライブ配信での紹介動画をご覧ください。飼育やご購入についてご質問のある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。国産の自家繁殖ラットの定期発送サービスも行っております。概要欄にあるラット専用公式 LINE からお申し込みください。ただいま期間限定で毎月12名の方に送料だけで10匹のラットがもらえるお試しサービスを行っております。ラット専用公式 LINE からお試しラット希望とご連絡ください。